鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回は、ダイソーさんで購入した LED 明暗センサー付きナイトライトをご覧のように天井に埋め込んでみたので、その制作動画をお届けします。天井埋め込みを思いついたきっかけは、これ、階段そばの足元ライトに100均のスイッチ式 LED ライトを使っているのですが、夜中、眠気まなこで階段を確認すると、眩しい光が目に刺さるんですよね。さらに、スイッチ式なので、しゃがんだ時に階段から転げそうになった時もあり、結構危ないです。このライトの消費電力は 0.5W です。つけっぱなしでも、大して電気は食わないんですが、無意識にしゃがんで、スイッチ操作してしまうんですよね。そこで登場するのが、暗くなると自動で光る、明暗センサー付きナイトライト。ちょっとお高いですが、しゃがんだ時に、階段から落ちるのを防止できます。消費電力は、ちょっと大きい 0.9W。待機電力は、0.2W。点灯開始照度は、100ルックスです。ちょっと、点灯確認してみますね。おお、なかなかいい感じに点灯します。早速、交換しておきましょう。はぁ、なんで？今、お昼、11時半頃、外はいい天気なのに、この場所は、100ルックスもないってことなのか？懐中電灯をセンサーに当てると、ちゃんと消えるので、センサー自体は正常に働いているようです。ちょっと、照度測定してみます。ほらー、200ルックス近くあるじゃないかー。こりゃやられたなー。このままでは使えない。とりあえずばらして、センサーをコントロールできるかどうか確認してみます。あれ？ネジが1個もない。これ、ばらせるのか？このあたり、ちょっとこじ開けてみようかな。接着剤で、頑丈にくっついていると、ちょっとまずいな。割れちゃっても仕方ないか。確認しないと、前進まないしね。お、ピキってなった。よし、外れそう。ああ、びっくり。4つの爪に、ちょっとの接着剤で固定されていたようです。さあ、肝心のセンサーは？これは？フォトトランジスタ、みたいです。今までに扱ったことがない。どないしよ？想定では、写真のような CDS セルでコントロールされていると思ったのですが、フォトトランジスタも安く作れるようになったのか、時代は進んでいるんですね。CDS セルとフォトトランジスタの違いを簡単に説明すると、CDS セルは光の強弱によって抵抗値が変わるのに対し、フォトトランジスタは光の強弱によって電流値が変わります。微弱な電流を小さな内蔵トランジスタで増幅させているんですね。フォトトランジスタをコントロールする知識が今のところないので、見なかったことにして蓋をします。もし、コントロールできたとしても、今の設置場所だとさらに明るくなるので、眠気まなこの状態では、光が強すぎて目に刺さることは避けられません。そこで思いついたのが、天井への埋め込みです。以上、長いきっかけの説明でした。この場所、階段昇降時に点灯したら便利だなって思って、人感センサーライトを取り付けているのですが、ちょっとが遠いのか、角度が良くないのか、ほとんど検知してくれません。なので、ほんのり光る常夜灯として、ここに、さっきお見せした100均明暗センサーライトを取り付けてみたいと思います。と、その前に、明るさは？大丈夫みたいです。カバーの材質は？磁石がくっつくので、金属製です。寸法も測定しておきます。さて、これ、何かご存知ですか？名称は、セパラボディ、といって、電球ソケットにねじ込むと、コンセントになる優れものです。なんと、100年以上も前から存在する、すんごい超寿命商品です。これはコンセントプラグ、
これも相当昔から存在しますね。これは、メスのコンセント、ジャックっていうのかな？あと、電源ケーブル。一般的な、100V 用の VFF ケーブルです。さあ、ケーブルを加工していきます。電球カバーの中は、結構スペースがあるので、作業しやすいように少し長めにしておきます。プラグ類を分解すると、こんな感じです。普段だと、ご覧のような圧着端子を、電気コード先端に取り付けてネジ止めしますが、ご覧のような専用工具が必要になります。大抵の方はこんな工具は持ち合わせていないと思うので、誰でも簡単にできる、導線巻き付け方法で加工してみますね。まずは、1.5 センチくらいで被覆を剥きます。画面では専用工具、ワイヤーストリッパーを使っていますが、カッターとかで筋を入れれば簡単に被覆を剥ぎ取ることができます。剥ぎ取ったら、しっかりねじって固くしておきます。さあ、ここがポイント。さらに 3,4 ミリの長さで被覆を剥いて、導線の先端部分に移動しておきます。こうすることで、先端の鼻先を防止し、線同士のショートや、導線が指に刺さって痛い思いをしなくて済みます。導線を巻きつけるときは、必ず右回りとしてください。逆に巻くと、ネジを締め付けたときに、導線が逃げてしまい、がっちりと固定できません。こんな感じで、がっちりと固定できました。あとは、カバーを取り付けて完成です。もう一個、メス側の加工をします。先端の処理は同じですが、取り付けネジの角度が違うので、右巻きをしっかりと意識しながら、がっちりと固定します。接続完了。ケースに収めて、組み立てて完成。接続コードの出来上がりです。天井に、こんな感じで取り付けます。さあ、最後に、ライト本体を天井に取り付ける土台作り。なるべく軽い、100均の、スチレンボードを利用します。実測した大きさより、ちょっと小さめに切り抜きました。違和感がないように、天井壁紙と、ほぼ同じ柄の補修用壁紙。丸く切り抜いて、さらに本体がすっぽり収まるように、本体の型を取って、その部分を切り抜きます。切り抜く部分のカット面は、どうせ隠れて見えなくなるので、適当にくり抜けばいいんですが、なぜかきっちりと合わせ込んでしまいます。血液型は O 型なので、自分では結構アバウトな性格をしていると思うんですが、サブチャンネルで、建築模型を作っているせいでしょうかね。貼り付けは、両面テープを使います。ボードに貼り付けて、壁紙の切り抜いた部分に合わせて、ボードも切り抜きます。適当に切り抜けばいいのに、変なところにこだわりを持っていますね。おかげでぴったりフィットです。満足。これ、ネオジム磁石。電球カバーが金属で、磁石にくっつくので、これを使って簡単に脱着できるようにします。4箇所埋め込めば十分かな？ボードの周囲に両面テープを貼り付けて、壁紙を折り込んでいきます。ボードの大きさを、電球カバーの内径より少し小さめにしたのはこのためですが、ぴったりいくかな？両面テープ、ちょっと接着力が弱いので、グルーガンを使って補強しておきます。完成しました。ちょっと汚いですね。これが本来の、大型の性格でしょうか？それでは、天井に取り付けてみましょうかね。まず、セパラボディを取り付けます。そこに、コンセントプラグを挿して、本体ボードを収めます。結構キツキツ、磁石はいらなかったかな？スイッチオンで、点灯テスト。まだ明るいから、当然点灯しません。指を当てると、いい感じです。このまま夜になるのを待ちます。
夜になりました。しっかりと点灯しています。階段の 60W の電気をつけると、さすがに明るい。目的が、目に優しい常夜灯なので、睡眠中は、60W は消灯します。画面上は暗いですが、肉眼では結構明るく、歩行には問題ないようです。いかがでしたか？電気代は、ほったらかしで、年間200円前後。なかなか経済的ですよ。最後までご視聴ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。